皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治。石破総理大臣が辞任を表明しました。皆さんがどの党の支持者でどのような議員を支持しているかはわかりません。石破総理大臣の辞任表明といったものは、これから大きく政治が動くことのきっかけとなるわけで、この機会ですから、ぜひとも考えをまとめて、今の気持ちをコメントしていってください。なお、私自身は鳥取県で育ったものですから、地元選出の国会議員が総理大臣になったということから、自民党の支持者であるかのような批判を受けることもあります。お前どうせ自民党の支持者だみたいな形で、ものすごい喧嘩腰でコメントをかけてくる人たちもいます。ただ、私のチャンネルの動画を見ていればわかるとは思いますが、私は別に自民党の支持者ではありません。もしも自民党の支持者だったら、自民党で国会議員になることを目指していたでしょう。それは一旦横に置いておくとしても、彼自身がどのような考えであったかといったことを振り返っておかなければなりません。そもそも報道機関は石破氏については、国民からの支持はそれなりにあるというような報道を繰り返し行ってきました。しかしそれは石破氏が非常に優れた人物であるとかといったような話で押されていたわけではありません。彼が与党内の野党の議員、いわば政権に対する批判を行う評論家的な現役国会議員であることとして、政権に対する不満票の受け皿として評価されてきました。自民党政治においては何年かに1回必ずのようにお金に絡む不祥事が発生します。それは今の政治家周りの法律体系といったものが抜け穴があり、そのためにその抜け穴を悪用する形でお金にまつわる不祥事が発生するのです。今回石破総理大臣が誕生するきっかけになったのもそうした政治とお金の問題がありました。しかし、いざ石破氏が総理大臣になると政治とお金の問題について透明化が図られたといったわけではありません。結局彼自身も自民党政治の中に生きてきた人物であり、自分の政権を支えるのが自民党議員である限り、政治の刷新には取り組むことができなかったわけです。そして彼自身が何をやりたいかについても、結局のところ日本を大きく良くするような政策といったものは出てきませんでした。鳥取県選出ということもあり、地方出身、そして地方再生といったものを掲げてきましたが、そのために何の政策を打ってくるかという面においては、特にこれといって成果を上げた政策は出てきませんでした。地方再生のために予算を増額しますよと言ってお金をつけただけでは、結局仕組みとして何かが変わるわけではありませんから、一時的なカンフル剤にはなっても、地方が盛り上がってくるような流れそのものを変える要素はありません。そして他にも彼自身が強みとして言っていた安保政策に関しても、総理大臣就任前後の時に言っていたアジア版 NATO 構想といったものは、現実から言えば全くふざけたもので話にならないものでした。その後、岸田政権の掲げた政策へとだんだんと修正することにより、はちゃめちゃなことにはならなかったわけですが、残念ながら石破総理大臣になったこと、それ自体に関しては何か政策に良い面があったわけではありません。大きな流れとして組まれていた日本周辺における安全保障関係の危険性が高まったことにより、防衛費の増額傾向といったものが続いています。それによって自衛隊員に対する処遇の改善といったものも行われ始めていますし、また装備品類についてもようやく更新、開発、そういったものがどんどんと取り組まれるようになりました。このこと自体は良いことです。しかし、今までがあまりにもひどすぎたといったものからようやく転換したといった状態であり、私はまだまだ不十分だと言えます。現在の少数与党に転落している状態でわけで、かつては衆議院でも参議院でも自民党が圧倒していた時代がありました。その頃に憲法改正や軍法の制定といったものにも取り組むことを考えるべきでした。そのこと自体は石破総理大臣のどうにもできないことですから、この件について言ってはちょっと意見としては酷でしょう。そして多くの国民にとって課題となっている内政問題。石破総理大臣は何度も結局現金給付といったものにこだわり続けてきました。インフレ下における減税政策は結局のところ状況を悪化させるという意見があります。そのこと自体は否定はしませんが、しかし国民の生活が苦しんでいることに関して現金給付だけをとにかくやたらとしてくるこの姿勢というものは、私は対応としてはまずかったと思っています。特にインフレが進んでくることによって人々の生活コストといったものが必ず上昇するのであるから、特に基礎控除についてはこれに連動するような政策、仕組みそのものを変えるべきだと私は思っています。そして選挙に負け続けているという点について十分に責任が取られていないという問題については、これは
彼がずっと批判を受け続ける理由となりました。選挙に強いか弱いかといった話は、どうしても他の政党がどう頑張ったかであるとか、国民の支持がどのような政策に向くかによって、その時代によって変わりますから、はっきりと良し悪しを決められるわけではありません。しかし、選挙に負けましたよという事実そのものについての責任は私は取るべきだと思います。無茶苦茶な政策を掲げていたとしても、それが多くの国民の支持を受けて選挙に勝ったのであれば、それはちょっと仕方のない面があります。逆にどんなに自分ではうまくいったつもりの話であっても、それが国民の支持を集めることができず選挙に負けたというのであれば、それは責任を取るべきでしょう。選挙結果についてはそれぞれの考え方があります。特に石破総理大臣が選挙の顔として機能していなかった問題や、結局国民に自民党を積極的に選ぶ理由と言えるような目玉政策を掲げることができなかった。こういったことは厳然たる事実として受け止めるべきでしょう。選挙に勝ちさえすれば何でもいいかといえばそういったわけではありません。だからといって選挙に負けても責任を取らなくてもいいといった話ではありません。石破総理大臣においては、国政選挙において負け続けたといった事実が今も厳然たる事実として残っています。それによって衆議院、参議院どちらにおいても少数与党に転落している。この事実はしっかりと受け止めなければなりません。当然、次の総裁、そして総理大臣もまたこの政治的な立場といったものを受け入れて政権運営を行わなければなりません。必ずのように野党との協議が必要です。是々非々で何が良いか悪いかを判断して賛成反対を決めると野党側の党首たちは言いますが、結局のところ自分の党の立場と見比べながらの話となり、本当に是々非々で決めるかどうかといったものは、その時の状況によります。次の総理大臣は当然のように政権運営に苦しむことでしょう。ただそれだけに野党をも巻き込んで賛成に回ってくれるような政策といったものを提案するちょっとハードルの高い政治手腕が求められてきます。実現できればそれは日本にとっても良い政策へとつながると思われますから、それを誰がどうやって実現するか、次の総理大臣はかなり政治生命をかけた戦いになるでしょう。そして誰が総理大臣になるかについては自民党の総裁選といったものがまず行われて、そこで候補者が選ばれてきます。現在自民党内においては党員票も関わってくる形での総裁選が行われるのかどうかで話し合いが行われているそうです。私は党員票も入れた方がいいと思っている方です。国会議員だけで決めた場合においてはどうしてもある程度の偏りが発生してしまいます。自民党においては派閥解消だというような掛け声がありましたが、現実的には今でも派閥は残っています。そしてその派閥の論理の中において総裁が決められるといった形は自民党の政権運営という意味においてはある程度の形にはなりますが、国民の意見を十分に反映しているものかどうかについては疑問が残ることとなります。今のように衆議院、参議院どちらにおいても自民党が少数に転落している状況において、さらに国民の考えといったものを全く取り入れない形での総裁選を行うのはちょっと自殺行為だと思います。もちろん今の政治のあり方としてそれぞれの選挙区で勝ってきた国会議員をもとにしてさらに投票を行うといった形にはそれなりに正当性があります。しかしそれはあくまでも従来からそうだったからそう思えるだけで、今の状況においてはもはやそんなことを言っている場合ではないでしょう。総裁選においてはそれぞれの候補者が自分が一体何をやりたいのか、少なくとも目玉政策となるような話についてはしっかりと掲げてほしいものです。たとえ今の状況下では難しいといったような内容であったとしても、自分が総理大臣になったら一体何をしてこの日本を良くしようと考えているのか、一国会議員では取り組めないような政策であったとしても、総理大臣であればこういった政策に取り組むことができる。その立場の違いによって目標とする政策といったものは変わってくるものです。今自民党政権に向けられている批判の声を受け止めて、じゃあ自分が総理大臣になったらその批判をいかにして政治的な解決策を打ち出して批判をかわしていくのか、そして日本をいかにして良くしていくのか、そういった問題解決型の政治家といったものが今の政治には必要でしょう。最後に一つ付け加え、誰が総裁になろうとも誰が総理大臣になろうとも、結局政治は変わらないと、最初から投げ出す人が必ず出てきます。しかし
誰がなっても変わらないかどうか、少なくともなってからしっかりと見ましょう。当たり前のこと言ってるなと思うかもしれませんが、残念ながら諦めきった人の中にはそうやってどうにもならないんだから何もしないし、何も関心も持たないし、どうなってもいいしといった具合にして、とにかく投げ出してしまう人たちが出てきてしまいます。結局そのように関心を失うと、関心を持っている人たちの中だけで小さく議論されるだけで終わり、結局のところなんとなく変わらないんだなという形そのものが惰性的に続いてしまいます。このままじゃダメだと思うのであれば、そうじゃない方向でなんとか政治的な活動をするしかないでしょう。一人一人の力は小さいものですが、しかしその一人一人の力が合わさった形で選挙となり、それによって議席が動き、今の状況が生み出されているわけです。少なくとも選挙に何の力もないと考えるのは大きな間違いでしょう。ただしここで一つ注意しなければならないのは、この選挙によって状況は変わりうるんですよということをいかにして加速させるか、その手段としてデマを多用する人もいます。この政策、この点がおかしいじゃないかといった話であれば正当な批判です。ところがそうではない、事実に基づかない強い批判の言葉を浴びせることによって、そうだそんなひどいことをやっているんだったらとっちめなければみたいな話になるのは、これはそんなことをやっている人物が勢力を得るわけですから賛同してはいけない言動です。今のインターネット上ではとにかく口汚く罵ることがあたかも素晴らしいことであるかのように賛同する人たちもいます。しかしそのような強い言動といったものが本当に日本の政治を良くすることに役立つのか、一旦立ち止まる冷静さといったものも私は必要だと思っています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。政治に対する姿勢といったものは皆さん一人一人異なるものだと思います。それだけに難しい話題ではあるものの、しかし自分自身がどう考えているかについてはしっかりと考えを持つように心がけてください。結局自分自身に何の考えもないと、誰かのその強い言動といったものに押されて、あっという間に人の意見に流されてしまうものです。そのような流されやすい人というものは、後から見ればなんでこんなことをしたんだろうといった行動も取ってしまいがちになるものです。そのことを知った上で自分自身そうならないように気をつけなければなりません。私自身もそうです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。